皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いつも車をいじったり、最近はキャンピングカーを作ったりして充実した週末を送っているんですけども、今日は奥さんがやっているガーデニングのお手伝いをすることになりました。普段お届けしている動画と趣向が少し変わりますが、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。一体何をするかというと、こちらが奥さんが今作っている庭なんですけども、ちょうどここですね、この今花が植わっているところ、鉢が置いてあるところ、この辺にバラを植えたいらしいんです。もしくはつるが伸びていく植物で、ここにですねフェンスを立ててほしいという指令が下りました。で、やり方はこのラス網、これホームセンターで買ってきたんですけども、通常はコンクリートの中にこれをラス網を入れてコンクリートの割れを防ぐための金網ですけども、これを立ててやるとつるが伸びていく植物とかバラの支えになるだろうということです。で、このラス網を支える支柱がこのパイプです。このパイプはホームセンターで確か1本300円ぐらいだったと思います。もともとはビニールハウスの支柱みたいですね。で、これを何本か立ててやって、このラス網を取り付けてやる。取り付ける方法は番線で縛るか、もしくはもう溶接で取り付けてやろうと思います。で、これを立てる基礎となるのは使い石を地中に埋めてやって、その上にこれを立てて、今運び込んだのが使い石です。使い石を設置する場所をマーキングします。今使っている道具は小連といって長くて重い鉄の棒です。これ1本あると穴を掘ったり、時には岩を割ったりするのに非常に便利です。いろんな場面で重宝します。1つ目の穴掘りです。
穴掘りも2個までは順調だったのですが、3個目で嫌な音がします。岩が出てきました。大きさが分かりません。小連を使ってテコの原理で動かそうとしましたが、びくともしません。周りを掘ってみましたが、かなり大きな岩です。この場所を諦めて隣に使い石を設置することにしました。この使い石は30年くらい前に買ったやつで、これが本来ついているものが折れてしまっています。今からこれを溶接でくっつけようと思います。溶接の経験が浅いので上手にくっつくかどうか分かりません。新品の使い石はホームセンターに行けば1000円ぐらいで買えます。サンダーを使って錆を落とし、表面を整えます。サンダーを使って溶接で盛り上がった部分を整えます。結構しっかりくっつきました。これだと十分強度はありそうです。あと2つ同じ作業をします。サビチェンジャーを塗って金属の表面を保護します。化学変化を起こして表面が黒くなってきました。3つの使い石の据え付けが完了しました。次の作業は柱を立てていきます。柱を取り付けるために少し加工します。
3本の支柱が完成しました。ラス編みの不要な部分をカットします。木を加工してトレリスの最上部に設置します。金属製のトレリスに木材を使うことで温かみが感じられるトレリスにします。木材から飛び出た金網をカットします。今溶接しようとしたら私が下手なのかこの部材が薄すぎるのか穴が開いてしまいました。溶接は諦めて番線で留めるようにします。昨日のうちにフェンスは立ち上がりました。ただ現状はすごく揺れます。そこでこの揺れを制御するつっかい棒を今からつけたいと思います。つっかい棒のアンカーになる鉄杭を打ち込みます。金槌ではなかなか入っていかないので重量のある使い石で打ち込みます。使い石は重いので杭は入っていきますが、打ち込むのはかなりな重労働です。息が上がるので休み休み頑張ります。ビニールハウス用のパイプなのでパイプを取り付けるためのいろいろなアタッチメントがホームセンターで売られています。
固定が完了しました。随分しっかりしました。次は色を塗って完了です。木材には防腐剤を塗ります。3日をかけて柵作りが完成しました。普段は車とか最近はキャンピングカーの動画をメインに上げているので、今後ガーデニングがメインに上がることはないとは思うんですが、ここから先は奥さんの方でバラを這わしたりとかツタ製の植物を這わすと思うので、その辺が綺麗に咲いたらまた動画の方に上げていくかもしれません。ご覧いただいたら分かるようにまだ庭の方全くできていないので、ひょっとするとこれガーデニングの方の動画もたまに上がっていくようになるかもしれません。また是非チャンネル登録してご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。